皆さんこんにちは。かなり強い寒波がやってきまして、日本は全国的に寒くなっておりますけども、ちょうど去年の今頃も強い寒波がやってきたんですけども、去年はねかなり雪も降ったんですけども、今回は、雪降りましたけども積もるほどじゃないですよね。ただ私が住んでる地域は海側の南なんで、北部の方はねかなり雪も積もっているみたいなんですけどもね、ただね、もう見ていただくと分かると思うんですけども、この水苔なんか今真っ白になってますけども、これもう分かりますかね、もうカッチンカッチンに、凍っておりますし、またこのビオトープの水もですね、ちょっとねもうだいぶ溶けてはきましたけども、このように氷が張っております。ちょっとね強めにガチンといって、こう見るとねこんな感じで氷が張っておりますね。虫取りスミレもね、もうこう触るとちょっと、これは用土が凍ってるのかな、よいしょ、こんな感じでねもう石みたようになっていますよね。もうこれもカチカチになっております。でも大丈夫です。こっちのねハエトリソウももう用土の方はカチカチですけどもね、こちらのスイレンバチの方も水が凍っております。ビオトープの氷よりもさらに分厚い氷が張ってる感じですね。こんな感じで、ね、氷が張っております。こちらもですね用土の方は全部凍ってますね。だいぶ溶けてはきてるんですけども、やはりこちらの水苔もカチカチに凍ってますし、この晩中の水もですね氷がこのように張っておりますね。でこちらの晩中のこの2つの鉢を見比べていただきたいんですけども、2つとも用土はピートモス、鹿沼土、ベラボンをだいたい同量で混ぜたものを使っているんですけども、こちらの方は表面に灰苔を敷いております。こちらもですね用土の方はカチカチに凍っているんですけども、こちらはですね何も敷いていない、何も敷いていない用土だけなんですけどもね、このように、冷たい、このようにですねこう粒と粒の間の水分が凍ってこう柱のようになってますよね。ちょっと分かりづらいですかね。このように氷の柱みたいなのが出てますけども、ちょっとね用土がこうこんもりしていますよね。これ下手すると植えてある植物がこう上に一緒に用土と一緒にですねこう押し上げられて根がブチブチって切れたりすることもありますんでね、気をつけないといけないんですけども、ちょっとしたことでねこのように違うんですよね。あと、こちらダウン鉢で、こちらが素焼きの鉢なんですけども、やはり素焼きの鉢はこう水分を吸う分、凍るとですねこんな感じになっちゃうんですよね。こちらもそうですけども、この2つ素焼きなんですよね。このようにねこちらと同じようにこう氷ができておりますけども、こちらのダウン鉢の方はそのようになってないですよね。こちらもダウン鉢なんですけどもね、このように、鉢によってもね、凍り方といいますかそういうのに違いがあります。はい、こちらもう一方のベランダなんですが、こちらはビオトープのあるベランダのように吹きさらしではなく、両サイドに壁があり、また上の階のベランダが屋根になって囲まれたような状態になっていますので、だいぶ雰囲気違いますよね。また日当たりの方もですね、ビオトープのあるベランダは今時期影が多いんですけども、このように午前中ですけども日がバッチリと当たってくれるので、晴れていればの話ですけどもね、なので用土も水盤の水も凍っておりません。ただ、夜中から朝方にかけてはもしかしたら凍っていたかもしれないんですけどもね、同じ外なんですけどもちょっとした違いで
だいぶこう変わってきますよね。続いては無加温フレームです。無加温なので今回のようにかなり強い寒波が入ってきた時の夜中や朝方は中の温度2度あるかないかぐらいまで下がってしまいます。ただ日中晴れていてこのように直射日光が当たっている時だと今時期でも中の温度は30度以上になってしまいます。なのでかなり寒暖差があって植物にとっては良い環境とは言えないんですけども、ただそういった高い温度の時間帯があるので、こういった環境下でも、特にウツボカズラなんかはですね枯れずにいてくれるんだろうと思います。ちょっと今日は気温がかなり低いんで入り口を開けるのはやめておこうと思うんですけども、ウツボカズラなんかも中にはね今でもウツボがこうできたり膨らんできたりしているものもあります。ちょっとね曇っていて見えないんですけども、こちらもなんとかね中の食虫植物たちは元気にしております。はい、今回はあまり内容のあるような動画ではなかったですけども、ただちょっとこう朝起きると水盤の水が凍っていたり用土が凍っていたりしたので、こういったのを見ていただくだけでも、特に今年栽培を始められたばかりの方には少しは参考にしていただけるんじゃないのかなということで動画を撮りました。土系の用土で植えていてこのように氷の柱ですねできてこのようになっている場合はちょっと気をつけられた方がいいと思うんですけども、ただ少々ねこう用土が凍ったり水盤の水が凍ったりしてもですねサラセニアであったりハイトリソウであったり屋外栽培できるモウセンゴケや虫取りスミレミミカキグサの仲間ですね、大丈夫ですので、よほど寒さの厳しい場所でなければ大丈夫ですのでね、こちらの虫取りスミレもこのように染みちゃってますけども、これは毎年のことで春になるとねちゃんと、花も咲かせてくれます。なのでちょっとね心配や不安な方もいらっしゃると思うんですけども、少し参考にしていただければなと思います。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思っていらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすくを心がけていろいろな食虫植物に関する動画をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もよろしかったらぜひご覧になってください。よろしくお願いします。